はい、今日まず向かうのは愛知県丹羽郡大口町に本社がある証券コード6995東海理科。名駅を出発して41号線を北へ車で30分ちょっとで着きます。ここから旅をスタートします。今回の旅は尾張と三河をぐるっと回る3編シリーズの第1弾です。このエリアはトヨタグループをはじめ世界の自動車産業を支えてきた日本の心臓部なんです。せやな、世界の車の部品ここで作られてる率ほんまえぐいからな。株旅は企業の本社だけじゃなく、その周辺にある地元の産業、歴史、グルメを紹介する番組です。愛知県丹羽郡大口町に本社を置く東海理科にやってきました。東海理科は車の便利さを作っている会社なんです。便利さ？なんかざっくりした言い方きたな。例えばどんなもの作ってんの？例えばハンドルのところにあるウインカーのレバー、ライトのスイッチ、エアコンのボタン、シフトレバー、エンジンをかけるプッシュスタートボタン、そして鍵を出さずに乗れるスマートキーまで。つまり車の中で毎日手で触るところのほとんどを作っているのが東海理科なんです。それ普通にすごいじゃん。意識していないだけで毎回触っているとこばっかじゃん。で、本社に来てまず目に入ったのがこれ。小田凱人選手、生涯ゴールデンスラム達成の横断幕。パラテニス界のスター、小田凱人選手。会社も地元の人ももう全力でお祝いしている感じが伝わってきます。最近テレビの CM とかでもよく見るよな。小田選手すげえよ、本当に。まあ地元は正確には隣の一宮市出身だけどな。ほな、解説しましょうか。東海理科さんはスポーツにも力を入れていましてね。社内の TS スポーツってクラブがあって、女子ソフトボール部や男子硬式野球部などいろんな部活がちゃんと活動してるんです。あと東海理科さんの株価など詳細は概要欄にリンクがあるので、そちらを参照してね。なんか機械みたいなんが出てきよったぞ。あと気づいたんだけど、本社の壁にソーラーパネルがついてた。その日の発電量がデジタルで表示されてるんですよ。まあ大きい会社は結構やってるけどな。でも数字で見えるのはいいよな。お、今日も太陽頑張ってるやんってなるしな。ほな、次の目的地、布袋の大仏さん見に行きますか。はい、続いてやってきたのは東海理科本社から車で約10分のところ、愛知県江南市にある布袋の大仏。ほな、解説しましょうか。この布袋の大仏は個人による巨大コンクリート仏としては日本屈指の規模でして、高さは18メートル。奈良の大仏より約2メートル高いんです。さらに桜の季節や年末年始にはライトアップされる年もあって、ちょっとした名物スポットになってます。あとちょっとだけ面白いスポットがあって、踏切を渡ったところから見ると名鉄の踏切信号と重なって大仏がサングラスをかけているように見える角度があるんですよ。それがこちら。さて次の目的地は小牧市の小牧山城。布袋の大仏から車で約20分ほど。江南から小牧へ、ここから尾張の歴史ルートに入っていきます。一回東海理科通って反対側に行くんかい。小牧山ね、信長が初めて天下を意識した山城やろ。ということで続いてやってきたのは小牧市にそびえる小牧山城。標高86メートルのこの山は平野に突然現れる要塞って感じの存在感があります。すぐそばには小牧市役所とドンキとかがあります。では登っていきましょう。登ってみると観光地っぽい派手さはあまりなくて、
どちらかというと地元の人の散歩コースって感じです。ジョギングしている人や犬の散歩の方も多くて、生活の中に城跡が溶け込んでいる感じがします。わかるわ。散歩コースって感じやのに、信長も昔ここ歩いとったんや。この小牧山城、歴史の中では思いっきり重要拠点なんですよね。そのあたり、旅アナさん説明お願いしてもいいですか？ほな、解説しましょうか。まずこの小牧山城は織田信長が清洲城から拠点を移すために築いた山城です。当時の信長にとって尾張をしっかり固めるための新しい本拠地やったんですわ。その後信長は勢力を広げていき、尾張をほぼ統一した後、小牧から岐阜へ引っ越しします。これは斎藤家との戦いに勝って岐阜城を手に入れた流れです。そして小牧山は一度ほぼ使われなくなるんですが、橋場豊臣秀吉 VS 織田信勝徳川家康連合の小牧長久手の戦いで再び重要拠点になります。家康側が陣を構えた要の山として再利用されたんですね。へえ、そんな歴史の節目で何回も使われとる山なんや。ほんと景色がすごい絶景ってわけでもないんやけどな。夜景はちょっと見てみたい気もするけどな。言い忘れてましたわ。山の頂上にあるこの天守、実は信長時代そのままの建物ではありません。現在の小牧山城は昭和42年に建てられた資料館で、いわゆるレプリカ天守なんです。内部は発掘調査の成果や信長の時代の資料が展示されていて、当時の構造や城下町の様子を学べるようになっています。小牧山といえば戦国史の中でも重要な局面、小牧長久手の戦いの舞台として知られています。時代は本能寺の変の後、織田信長の後をめぐって織田家の後継争いが続いていました。信長が亡くなってからほんまバタバタよな。その中で織田信勝と勢いを増す羽柴秀吉が衝突します。信勝は秀吉に単独で対抗できず、徳川家康に助けを求めます。こうして信勝と家康の連合が成立しました。家康は本陣をこの小牧山に築き、豊臣勢と正面から向き合うことになります。その後戦いは長久手での激しい戦闘に発展し、家康側が秀吉軍を破るという意外な展開になりました。しかし最終的には信勝が家康に無断で秀吉と和睦したことで戦は終わります。いや、そこで勝手に和睦するんかい。家康絶対びっくりしたやろ。ということで小牧山城でした。派手じゃないけど知ると味のある歴史スポットです。で、小腹空いたから次は春日井市のパンの虎寄るんやろ。パンの虎の本店は安城市やし、三河への旅の伏線を張っとるんやろ。はい、小牧山を歩いて小腹が空いたので、ちょっと寄り道して春日井市にあるパンの虎さんにやってきました。ほな、早速解説しましょうか。パンの虎、まずは象徴的な記録から。1日で世界一食パンを売ったお店です。その販売数13,271本。パンの虎で一番人気は食パン、その圧倒的な支持を物語る記録です。食パンだけで世界一か。お店もすごいけど、通っとるお客さんの熱量もやばいな。そしてもう一つの世界記録、24時間で最も売れたカレーパン、販売数は15,455個。2023年5月20日の午後4時から翌21日の午後4時まで24時間止まらず販売し続けた実績です。15,000個？これ何人体制な？職人さん絶対後で腕パンパンなっとるで。パンだけにな。パンの虎は食パン、カレーパンだけでなく惣菜パン、菓子パンも大人気です。特に生チョコ食パン、もちろんメロンパンも大人気。この後少し触れる三井アウトレットパーク岡崎にも入っていて、三河の人気店として完全に定着しています。今日の寄り道がそのまま三河編の序章みたいになりました。ほな次行こうか。
腹を満たされたし、今度は3447新和本社やな。続いてやってきたのは岐阜県海津市に本社を構える新和さんです。今回の旅は自動車の尾張三河編がメインなんですけど、ここだけ少し異色のスポットとなります。実はこの旅、僕が持っていた新和株の売却益で来ています。トヨタ系とは無関係なんですが、株主の現地訪問として立ち寄ることにしました。ほな解説しましょうか。新和はいわゆる足場を中心にした建設仮設資材の製造やレンタルを行う会社です。現場でよく見る単管パイプ、くさび式足場、安全柵など、ビルも住宅も橋も工場も人が現場で安全に作業するための舞台を作っている会社なんですね。株価も配当も安定していて、優待が超お得なので、僕みたいに株旅の原資にさせてもらっている個人投資家は結構いるかもね。それに今回ここに来た理由がもう一つあります。新和本社のすぐ近くにあるおちょぼ稲荷にずっと行きたかったんです。本当は串カツ食べたかっただけやろ。まあ否定はできないですけど。ということでこの後は岐阜のディープ参道おちょぼ稲荷へ向かいます。前方に見えてきたのがおちょぼ稲荷の南口大鳥居。この大きな鳥居が参道への正面入り口です。鳥居の横には無料駐車場もあって、いつもは車でいっぱいになる場所なんですが、今日は珍しく静かなタイミングでした。こんな吸い取る日あるんやな。串カツの匂いはもう外まで来とるのに。大鳥居をくぐって、ここからはおちょぼさんの散策スタートです。よっしゃ、まずは参道の空気味わってこうか。おちょぼ稲荷は室町時代から商売繁盛の神様として親しまれてきました。参拝客とともに賑やかな参道文化が育まれてきた場所です。ここガチで商売のパワースポットなんやな。そら参道も賑わうわけやで。参道には串カツや漬物、惣菜のお店に加えて、ラーメンやカレーなどの新しめのお店も混ざっています。昔ながらの雰囲気と今っぽさが入り混じったにぎわいが続いています。参拝と食べ歩きが一続きになっているのがおちょぼ稲荷の魅力の一つです。まずやってきたのは参道の南側、おちょぼ稲荷で美人親子のお店として知られる串カツゆり子にやってきました。店先では注文ごとにその場で揚げてくれるスタイルです。衣が上がる音だけで食欲スイッチ入るな。串カツゆり子さんは地元でも評判の人気店。観光客だけでなく常連さんも足を運ぶ理由は、なんといっても揚げたて一発目の香りと軽さ。余計な油っぽさがなく、串を持った指先から揚げたての温度が伝わってきます。ソースはもちろん一度漬け。では参道を進んでお参りに行きます。まあ早速ですが、ほな解説しましょうか。おちょぼ稲荷は京都の伏見稲荷、愛知の豊川稲荷と並んで日本三大稲荷の一つに数えられることがあり、商売繁盛と家内安全のご利益で知られています。特徴は普通の神社と少し違って、お札やお守り、御朱印の授与は行っていない点です。参拝は油揚げとろうそくを購入して、それを奉納するのが習わしです。ちょっと前まで油揚げとろうそくセットで50円あったのにな。今は70円に値上がりしとるわい。ここにもインフレの波来ちょるの。
金額だけ見たら小さいけど、率で言うたら 40% アップやで。日銀さん利上げいつやるん？もう神様のところまでインフレ来とるんやで。では油揚げとろうそくを買ったので検討してお参りします。続いては商売繁盛を願う名刺の奉納です。賽銭箱のそばには名刺を入れるための小さな箱が置かれていて、会社の社長さんや自営業の方が自分の名刺をそっと入れていきます。神様に自分の仕事や会社の名前を伝えて、これからの商売の繁盛をお願いする、そんなイメージの習わしです。境内にはもう一つ人気のスポット、重軽石があります。まず両手で持ち上げて重さを覚えて、願いをかけてもう一度持ち上げます。軽く感じたら叶う、重く感じたら今回は難しい、そんな占いが体験できます。ここは野菜やフルーツも安いね。では最後の目的地、玉屋さんに行くで。そしてやってきたのはおちょぼさん名物の中でも特に有名な串カツ玉屋さんです。ここはいつ見ても並んでいる人気店なんですよね。ギンギラスーツの店長さんとこやろ。あの存在感参道で一発でわかるやつや。そう、その玉屋さんです。衣が軽くてサクッとしてて、甘めの味噌だれがめちゃくちゃ合います。ちなみに土手にも大人気です。これはもうがっつりコース確定やな。はしご串カツのラスボスみたいな貫禄あるで。実際ここはいつ来ても熱気がすごいんですよ。揚げたてがずらっと並んでいる感じを見るだけでお腹が空きます。ビールも飲みたいわ。串カツとビールは普通セットだからね。ああ、俺もビール飲みてー。でも車で来とるから飲めんな。いや、お前犬やろ。串カツを食べているとふと月末のおちょぼさんの空気を思い出します。月の終わりになると夜中なのに人がどっと増えてきて、参道がお昼以上に賑やかになります。ちょい最近までのまるで渋谷のハロウィンって感じやもんな。あの密度初見やとびっくりするで。まあ仮装はせんけどね。商売人も若い子も観光の人も混ざっていて、本当に夜の月越し参りって独特なんですよね。おちょぼさんの場合はある意味月の締めとスタートをここで区切って気持ちを切り替える場所なのかな。そんな雰囲気を感じますね。水商売のお姉様方も結構おるよな。仕事終わりっぽい雰囲気でそのまま来とる感じの人多いで。確かにそうやね。衣装のまま参拝している人もいて、月越し参りをさらに華やかにしていますね。こういうのを見るとおちょぼさんはガチの商売の神様なんだなって実感しますね。夜中でも串カツの匂いしてるし、もう月末は毎月フェスやで。これはこの新旧が入り混じったお店と独特の雰囲気、おちょぼさんって歩くだけでなんか元気がもらえる場所なんですよね。
というわけでおちょぼさんの参道巡りとこの独特のにぎわいをしっかり堪能したので、今日はここでおしまいにします。明日の撮影は安城市からやったな。ワクワクするな。安城も刈谷も世界の車産業の心臓部みたいな場所やし、行ったら絶対見るもんいっぱいあるで。はい、安城市からスタートしてトヨタグループをはじめとした企業エリアを巡りながら三河の街の空気をたっぷり紹介していきます。よかったらいいねとチャンネル登録ぜひお願いします。